お前クビな。ある年、俺は初めて長期休みをもらい函館に旅行に来ていた。すると旅行先で運悪く課長とばったり遭遇。彼女と二人でいる俺を見て課長は俺にこう一喝した。本当にクビになったらどうしようと俺は気が気でなく旅行どころではなくなってしまった。だがその時、隣にいた彼女が驚きの発言を。これにより課長は思わぬしっぺ返しを食らい、事態は最悪の状態に陥ることに。果たして彼女の言った衝撃の事実とは。そして課長に訪れた想像もしていなかった衝撃的な展開とは。俺の名前は内藤弘樹。共働きの両親と3つ上の姉の4人家族で育った。両親は物心ついた時からとても忙しくしていて、家族団らんをした記憶などはほとんどない。俺はいつも保育園や祖父母の家に預けられ、一人遊びだけが上達していった。そのためなのか、ひどい人見知りで、それは小学校に上がっても変わることはなかった。学校に入り、誰も知り合いがいない環境は俺にとっては酷で、毎日が苦痛で仕方がなかった。きっとそんな俺の暗い性格が伝わったのだろう。友達からも、はぁ？何言ってるか聞こえねえよ。こいつなよなよして女みてえ。もっと大きい声で喋れねえのかよ。だっせえやつ。などと言ってからかわれるようになっていった。だがそんなある日、うちの真向かいにある一家が引っ越しをしてきた。そこには同い年の女の子がいた。同い年だって、よかったね。うちの子人見知りで、仲良くしてやってね。母は初日にそう言って俺に彼女を紹介した。私、あかり、よろしくね。彼女ははつらつとして明るい女の子で、俺は一言よろしくというのが精一杯だった。そしてこの出会いは俺にとってとても大きなものになった。母親同士の馬があったようで、引っ越し以来頻繁に食事やお茶を楽しむようになったのだ。夕食をどちらかの家で一緒に食べる機会も増え、俺とあかりも自然と距離が縮まっていった。あかりは誰とでも仲良くなる素直な性格で、俺もとても話しやすく、すぐに打ち解けることができた。こうして俺にとって学生時代の友達といえば、ほとんどあかりだけだった。クラスの友達からどんなにいじめられても、俺にはあかりがいれば別にいいやと思えたし、あかりの存在は俺にとってとても大切なものになっていた。この関係はその後も長く続くことになった。中学校、高校と実家暮らしだった時代には、ほぼ毎日どちらかの家で会い、宿題を共にやったり、受験勉強をしたりと、お互い切磋琢磨し合いながら毎日を過ごしていた。そして俺は大学入学と同時に一人暮らしを開始。それをきっかけに俺たちは付き合うようになった。それはとても自然な流れで、俺たちはお互い必要不可欠な存在になっていった。あかりだけは俺がどんなにいじめられようと、テストで失敗しようと、いつも味方でいてくれた。そして俺にとって最大の難関は就活だった。合計で最低でも50社は面接に行ったと思う。最初こそ意気込んでいたものの、不合格通知が増えるたびに、なんだか人格否定をされているような気持ちになり、どんどん自信を失っていくのを感じていた。そのうちに内定がもらえるならどこでもいいやという気持ちになり、手当たり次第にエントリーシートを提出するようになっていった。周りはどんどん内定をもらう中で、俺はいつまで経っても内定がもらえず、内心とても焦っていた。このままどこからも内定がもらえなかったらどうしよう。4月からフリーターとして働くのか。
そう想像するだけで恐怖と不安でゾッとしていた。こうしてようやく内定をもらったのはとある商社からだった。大企業ではないがそこそこ有名な企業で、俺はこのまさかの内定に当初めちゃくちゃ驚いてしまった。おめでとう。すごいね。さすが。今日はお祝いしよう。あかりは自分のことのように喜んでくれ、俺も素直にとても嬉しかった。そんなあかりはとっくに第一志望の CA に合格。俺たちはこうして共に社会人としての一歩を踏み出したのだった。ところが俺の社会人生活はそううまくはいかなかった。入社からしばらくの研修期間が終わると配属部署が発表された。内藤と申します。本日よりどうぞよろしくお願いいたします。配属初日、緊張気味にそう挨拶した俺の前に、はいはい、威勢だけはいいな。新人いらないって言ったのにな。しかもなんで俺が教育係。マジだるいわ。迷惑かけんなよ。と、いきなり嫌味を浴びせてきた男がいた。小杉課長だった。彼は俺の教育係で直属の上司となる男だった。初対面から最悪の言われ方に俺は心臓が凍えるほど恐怖を感じた。これからこの人の下で働くのかと思うと不安でたまらなくなった。そしてその予想は的中。彼は俺のことを邪魔者のような目で見るようになり、すぐさまひどい扱いを受けることになったのだ。新入社員だった俺はもちろん仕事のことなど何もわかるわけもなく、一から教えてもらわないと何もできない状況だった。だが彼は、この資料作っといて。前のシートを見れば大体わかるから。といった大雑把な指示しか出さない。エクセルなどほとんど使ったことがなかった俺にとって、その作業はとても至難の業だった。当然時間もかかってしまい、一日かかっても終わらないこともしばしば。するとまた、おい、こんな簡単な作業に一体何時間かかってるんだよ。ったくマジ容量悪いな。てか頭悪すぎ。俺が新人の時はこんなの教わらなくても1時間でできた。と怒号を浴びせられた。すみません。俺には謝ることしかできず、惨めな気持ちでいっぱいになっていた。だがそれでも俺にはこの会社しかなく、何を言われてもどんなに辛い日々であってもなんとか食らいつきながら毎日を必死に過ごしていた。課長は、仕事ができない奴に休む資格はない。と言い、無言の圧力で休日出勤を強いてきた。それはさすがにあんまりだと周りに言われると、俺は別に出勤しろって言ってるわけじゃないよ。誤解しないでよ。ただ、俺なら脳なしの足手まといの身分で土日にのうのうと休んだりしないってだけ。あとは頭のいいやつなら自分で考えるだろう。とさらりとかわす始末。だがその課長の言葉は俺にとっては休むな、仕事しろ、お前に休みはないと言われているのと同様で、こうして休日出勤も余儀なくされるようになっていた。あかりもシフト制の仕事のため週末も大して関係はない。俺たちは相変わらず付き合ってはいたが、学生時代より一緒に過ごす時間はうんと減っていたのは確かだった。それに頑張っている彼女に心配や迷惑をかけたくないという気持ちもあり、俺は自分の状況を何一つ話すことはできなかった。こうして俺は何とか持ちこたえ、気がつくとあっという間に入社から3年が経っていた。3年も経つと一通りの仕事はこなせるようになり、入社時代よりはマシになったと思う。だが課長からのパワハラは3年経ってもなお弱まることはなく、
一層激しいものへと変わっていた。彼はある時から俺だけのノルマを倍増したのだ。ナイト、今月からこれがお前のノルマな。こなせなかったら覚悟しとけよ。死ぬ気でやれ。わかったな。それは以前の2倍にも及ぶ分量で、物理的にとても一人でこなせるノルマではなかった。さすがにこれは。思わず俺はそう声が出てしまった。だが、はあ？なんか文句でもあるわけ？死ぬ気でやればできるだろ？休んでる暇があったら働け。わかったな。新人の分際で偉そうに休暇とか取ってんじゃねえよ。と強い目で睨みつけながら彼は俺にそう言った。さらには仕事を終えて帰宅準備を始めると、は？何お前、まさか帰るつもりじゃねえよな。俺まだ仕事してんだけど、上司より早く帰るとかありえねえだろ。これだから最近のゆとりは、まったく常識ってもんがなくて困るよな。そんなに暇ならほら、仕事やるよ。これやってから帰れ。と、わざと大量の仕事を渡してくることもしばしばあった。課長はなぜかいつも遅くまで残っていて、めったに早く帰ることはない。社内にはほとんど人がいなくなった状態で、課長と二人きりで残業を強いられることもあり、俺は次第に強いストレスに苛まれるようになった。周りの同僚たちは、大変だな、お前の課長。などと声をかけてはくれるものの、巻き込まれないようにと遠巻きで見ているものばかりで、誰も手を貸してくれる人間はいなかった。俺は課長に口答えするわけにもいかず、かといってノルマや与えられた仕事をこなさなければもっと怒鳴られ痛めつけられる。どうしようもない板挟み状態となっていたのだった。さらにたまに有給休暇を取った日には最悪だった。これ今日の昼まで。さっきの資料まだ？急ぎなんだけど。上司の指示無視するとかありえねえだろ。有給とかそんなもん知らねえよ。こっちは仕事してんだよ。さっさとやれ。などといったメールが一日中ひっきりなしに入ってくる。予定があって有給を取っても結局仕事に振り回されることになり、俺はそんな状況に強いストレスを感じていた。他にも週末に突然呼び出されたりすることもしばしばで、俺は休日や退勤後の夜でも気が休まらないようになっていた。気がつくと夜もあまり眠れない状況になり、精神的には限界に近くなっていた。さすがに会社を辞めようかと思ったこともあるが、転職活動をする余力もなく、結局何も行動できずに、ただただ辛い日々だけが過ぎていった。そんな中、たった一つの癒しはあかりの存在だった。彼女は CA としてバリバリ活躍していて、仕事もプライベートも存分に謳歌していた。そして俺の代わりに料理をしてくれたり、励ましてくれたりと支えになってくれることも多く、ただただ彼女には感謝しかなかった。そしてついに俺は彼女と婚約することを決意。俺にとって彼女は唯一無二の存在で、もはやいなくてはならない存在になっていた。もちろん彼女も快諾。そして同時に思わぬことを提案してきた。夏休み一緒に旅行行かない？社会人になってから一度も行ったことないし、婚約記念旅行としてさ、思い出作りたいな。彼女の提案は俺にとってもとても嬉しかった。問題は休暇だが、そう思案する俺に、休暇って社会人の権利だから、もし課長に何か言われても、彼には休暇を邪魔する権利なんてないんだよ。心配することないって。
と彼女は社会人として大人の判断を下した。それもそうだよなと思った俺は意を決して旅行を決意。俺たちは以前から行きたかった函館旅行を計画した。長期休暇を取ると申請した時、課長はもちろん渋った。はあ？お前に夏季休暇とかねえよ。調子乗ってんじゃねえよ。いつものようにそう言われたが、その時タイミングよく部長が通りかかった。おいおい、夏季休暇は強制だ。内藤くん、構わず休みなさい。いい夏休みを。と言ってくれ、俺は休暇を獲得することに成功。課長も部長には逆らえず、しぶしぶ承諾したのだった。こうしてその年、初めて俺はあかりと旅行に出かけた。俺たちは昔から夜景が好きで、いつか函館の夜景を見るのが夢だったのだ。うわー、綺麗。俺たちは到着したその日の夜、日本三大夜景の一つである函館の夜景を見ながら日常から離れ夢のような時間を過ごした。また北海道といえばの寿司やラーメンなど食も堪能し、俺も仕事から離れてとてもリフレッシュした時間を持つことができた。ところが、翌日お土産を買うため有名な市場を歩いていると、目の前から見知った顔がやってきた。課長？なんとそれは小杉課長だったのだ。まさかの遭遇に俺は心臓が跳ね上がった。課長はニヤニヤとした顔で近づいてくると、俺の隣のあかりを見ながら、へえ、お前女と旅行だったのか。仕事サボっていい身分だな。俺は旅行じゃねえよ。出張、仕事。仕事もできないのなしのくせに、女とチャラチャラしてんじゃねえよ。だいたいノルマもこなせないお前に休む権利なんてないって言っただろ。もうお前クビな。こんな能なしのゆとり社会人いらねえんだよ。と一気にそう言った。街中で大声で罵倒され、俺は固まったまま何も言うことができなかった。よりによって課長に遭遇するなんて、自分の運の悪さに嫌気もさした。それに何より課長は俺のことをクビだという。毎年俺の評価を決めるのは課長だ。その彼がクビだというなら本当にクビにされるかもしれない。そう思った俺は一気に不安に押しつぶされ、旅行どころではなくなってしまっていた。ところがそんな俺のことなどまるで気にしないかのように、隣にいたあかりは一言。いや、お前がクビだわ。と、そう言った。俺はあかりの言った真意がすぐにはわからなかったのだが、あかりはその後入ったカフェで落ち着いて俺に説明をしてくれた。あかりによると、課長の隣にはある女性の姿があったという。そしてそれはなんとあかりの会社の先輩だったというのだ。相手の女性はあかりの存在を知らないが、その先輩 CA は会社ではかなり有名な存在で、知らない CA はいないのだという。それもそのはず。彼女は既婚者でありながら、次々と不倫を繰り返すことで有名だというのだ。課長さんって結婚してないの？あかりの話に俺は衝撃を受けた。もちろん課長も結婚している。デスクに家族写真が飾ってあるし、たまに奥さんの手作りだというお弁当も食べているのを何度も見たことがあるので間違いない。ということは、課長も不倫しているということだ。しかも出張と嘘をついて堂々と。俺はあかりに感謝した。あかりと一緒でなければ課長が不倫していることには気づかなかっただろう。こうして俺たちはある作戦を立て、その後の旅行を思い切り楽しむことを決めた。
それから1週間後、夏季休暇を終えた俺は意気揚々と出勤し、そのまま社長室へと直行した。社長、実は直々にお話ししたいことがあります。うちの会社は社員数100人程度の会社で、それほど規模も大きくないため、社長に話をするのもそう難しくない。おお、内藤くん、どうした？夏休みは満喫できたか？社長はおおらかでとても陽気で器の大きいいい人だ。朝からこんな話をするのは気が引けたが、俺は意を決して函館での話を社長にぶちまけた。社長は俺の話を聞きながら顔色をしかめ、それは本当か？まさか小杉くんが不倫とはけしからんな。しかもその時期函館での仕事はないはずだが、彼は一体何の出張だったんだ？本人に聞いてみるとしよう。内藤くん、ありがとう。あとはこちらに任せて、君は仕事に戻ってくれ。と、そう言った。その後、課長はすぐさま社長に呼ばれ尋問を受けた。最初は否定をして言い逃れをしようとしたようだが、俺が提出した写真を見せられると、もう言い訳はできなかった。さらに出張だと偽り、会社の経費を使って不倫旅行をしていたこともバレた。課長はその役職からある程度自由に出張を組むことができる。部長の承認は必要だが、それほど確認されることも却下されることもほぼない。その権力を利用して彼は何度も不倫旅行をしていたのだった。これには社長も大激怒。お前のやってることは横領だ。犯罪だぞ。わかってんのか？もうお前のような人間を社員として置いておくことはできん。今すぐ辞表を書け。わかったな。社長はこれまで信用していた課長の裏切り行為に猛烈に腹を立てて怒鳴り散らしていた。課長も全てを認め謝罪していたが、社長が気持ちを覆すことはなかった。お前のやったことは犯罪だ。警察に通報する。そう言い、彼は課長をクビにすることを決めた。彼はその後、すぐさま不倫相手の女性に連絡を取り、事の顛末を話した。だがその対応は想像と違ってとても冷たいものだったそうだ。あら、そうなの。じゃあ、あなたとはもう終わりね。残念。羽振りが良くてとっても楽しかったわ。じゃあね。彼女は冷静にそう言うと、その後一切連絡が取れなくなったそうだ。あかりの話によると、その先輩にも夫がいるが、もはや仮面夫婦で不倫も夫公認だという。夫は医者をしているそうで、その体裁面から決して離婚には応じないという。そのため、彼女はこうして遊びのように不倫に興じているというわけだった。もちろんそんな事情など知らない課長は、彼女の冷たい態度や自分に陥った窮地に慌てふためいていた。首だけはどうにかお願いします。もう決して不倫なんてしませんから。そう何度も社長に謝罪をしたそうだが、社長は俺へのパワハラ行為も理由として挙げ、決して決断を変えることはなかったのだった。こうして数週間後、小杉課長はひっそりと退職していった。もちろん退職金はなしだ。かろうじて警察への通報は免れたようだが、その一方で普通なら1000万は下らないという退職金は1円も彼の懐に入ることはなかった。その上、これまで横領した分の返済も求められ、その額はなんと300万円。彼は一気に想像もしていなかった窮地に落とされることになった。俺は彼の状況を見ながら、
自業自得とはこのことを言うんだなぁとそう感じていた。さらにこれだけでは終わらなかった。その後、課長の家庭は崩壊を遂げたのだ。事実を知った妻は発狂して怒り狂ったという。不倫のことなど全く気づいていなかったようで、仕事が忙しい夫に代わり、育児や家事、そして仕事と一人で何役もワンオペでこなしながら頑張っていたのだという。それがまさかの夫の裏切り行為を知り、妻はすぐさま離婚を決意。ある日、帰宅すると妻から離婚届を渡され、家の中はすっかり片付き、彼女は翌日、子供を連れて出て行ったそうだ。課長は妻にも平謝りし、離婚だけは何とか許してほしいと懇願したが、一度決断した妻の気持ちは固かった。彼女はすぐさま弁護士を立て、慰謝料として300万円、さらには子供の毎月の養育費として10万円を請求してきたのだという。課長は妻の表変した姿にどうしていいかわからず、結局離婚に承諾せざるを得ない状況となった。自分のしたことを心から悔いたそうだが、もうそれも後の祭りなのだった。こうして小杉課長は仕事も家族もそしてお金も一気に全てを失うことになった。ローンを組んでマンションを購入したばかりだったが、今となっては高いローンを毎月支払うこともできず、結局売却。だが当然、売値は元値よりずっと安く、手元には2000万円の借金が残ったのだった。彼はすぐに転職先を探したが、40歳を過ぎての転職は簡単ではなく、なかなか思うように次の会社を見つけることはできなかった。今では貯金を切り崩しながら、ワンルームの家賃4万円のボロいアパートで孤独な一人暮らしをしているという。彼はすでに両親とも疎遠で友達もいない。助けてくれる人間など誰もいない状況を悟り、精神的に参っているのだとか。これから先の長い人生を思いながら、借金と孤独だけが残った状況に恐怖を感じる日々を送ることになった。一方俺はというと、その後あかりと結婚。俺は心の底から彼女には感謝でいっぱいだった。彼女のおかげで今の自分があると言っても過言ではない。さらに会社では小杉の代わりに新しい男性がやってきた。新しい課長はとても穏やかで明るい男性で、彼のおかげで職場は一気に明るくなった。さらに彼は、内藤くんの仕事っぷりすごいね。いや、俺も見習わないと。この案件任せてもよかったりする？などと俺の仕事を認めてくれ、どんどん大きな仕事を任せてくれた。おかげで俺は自信を取り戻すことができ、半年後には彼のおかげで昇給も果たした。こうして俺の人生は全てが前向きに変わり、今では充実したいい日々を送っている。これからもあかりと共に幸せな毎日を過ごしていきたいと心からそう願っている。